皆さんこんにちは。2日目朝7時半にホテル前にツアーのお迎えが来ました。ツアーはクルックで予約しました。いろいろなところに行きたかったので1日かけて7カ所もあるというハードスケジュールなツアーを予約しました。1人4100円ぐらいだったので3人分で約12,300円です。こちらは事前に日本で支払い済みだったので当日はツアーの車を待つだけ。ガイドさんから WhatsApp か LINE はやっているか連絡が来たのでWhatsApp を伝えたところそちらでのやり取りでした。私は英語でやり取りをしていましたが日本語でも可能なのかは不明です。他の参加者がわからないまま自分たちの迎えは7時半だよと前日に連絡を受けました。なので10分前ぐらいにはホテル前に降りて待っていました。私たちが一番最初だったらしく一番後ろの席に3人で座ります。事前にお伝えしておきたいことは一つ。酔い止め必須です。今回のツアーは車での移動時間がとても長いことと窓が閉め切っているため酔いやすい人は特に後ろの席だとしんどいです。あと本当に申し訳ないのですが外国人の方の香水の匂いがきついこともあります。なので酔い止めは必須なので準備を忘れないようにしましょう。7時半にホテルを出発してから他の参加者をピックアップしつつ車を走らせること約1時間。8時40分に野寮地質公園に到着しました。ここは自分で行こうとするとバスぐらいしか方法がなく台北からバスで行った場合は1時間半ぐらいかかるかと思います。なのでツアーで来ている方がほとんどですね。で、ここのジオパークは入園料がかかります。ツアー代金に含まれているツアーもあると思うんですけど今回のツアーではそれは含まれていないためこちらの入園料もクルックで予約して支払い済みでした。1人564円、3名分で1692円になります。こちらの野寮地質公園は台湾のジオパークになります。ジオパークとは科学的に見て貴重な地質遺産を持ち考古学や生態学、歴史文化的にも重要な価値がある一定の地域を保存する自然公園のことだそうです。この野寮地質公園といえば有名なのはクイーンズヘッドですよね。波に削られてできたこの不思議な形、数年後にはもう見れなくなっているかもしれないというものになります。なので私も今回ここに来るのが初めてなので楽しみにしていました。しかしこの天気、雨は降ったり止んだりなのはいいんですけど風が強い。台風の予報なんて来てなかったはずなんですけどこんなに風が強いとは思っていませんでした。海も大荒れ。頑張った方がいいよってドライバーさんが言っていたのはこれですね。傘なんて間違いなく壊れるしもし飛んでいったりしたら危ないのでカッパが推奨です。雨が収まったタイミングでいざ進みます。天気が悪いのと朝が早いからかすごい空いてます。事前に動画で予習をしていた時にはものすごいツアー客が多くてなんかものすごい混んでいてみんなで一列に並んで歩くみたいなのをイメージしていたのでまあそれに比べたらいいかなっていう感じです。今私が思い浮かべている曲がわかりますでしょうか。海よ俺途中にゴミ箱もあるし観光地だけどちゃんと整備されているのがわかります。今日はあまりにも波が高いからか普段なら行ける場所が通行止めになっていました。そりゃそうですよね。さすがに危なすぎる。遊歩道に普通に波が当たってるの見えてましたからね。でちょうどこの動画の奥の方にですねなんかゴミが溜まっているところがあってそこがめちゃくちゃ気になりました。遊歩道には順路があります。違う道から行ったら逆走みたいになっていたようでおじさんにジェスチャーであっちだよって教えてもらいました。
遊歩道空いていていい感じ。こんなサクサク歩けて、しかも写真も撮り放題ってすごいです。そんな感じでずんずん歩いていたらにゃんこを発見。まだ小さい気がします。可愛らしいなぁと思っていたんですけど、そしたらたくさん出てきました。なんで？どういうこと？猫村ですか、ここ。しかもなんかみんな小さい。我が家の甘やかされ猫なんて7キロあるっていうのに。すごい可愛いけど、海外の動物はワクチンをしっかり打っていないこともあるため、むやみに触らないようにしましょう。可愛い。しばし癒しタイムです。これがエリザベスヘッド？あまりにも人もいなかったこともあって、写真も撮らずにスルーしてしまいました。普段混んでる時だと写真撮影用の大行列ができてるぐらいなんですけどね。本来この岩の上にも行っていいみたいなんですけど、正直この天気だと行ってもなーというところもあり、遊歩道だけを歩いて戻りました。びっくりした。この距離で波が当たるかと思いました。他の場所で人が波にさらわれたって言われてもおかしくはないくらい、場所によっては波が高いです。ここまでは大丈夫っていう基準があるから、ベストを着たおじさんたちがいるかもですし、もっとひどくなったら規制線が張られるのかもしれないです。ただこんな天気ではありますが、幸い雨が止んだからか、私たちが帰る頃には続々と団体客が来ていました。9時くらいだったので、やっぱり私たちが来た時間が早かったのが正解だったようです。そして出るとお土産通りがあります。日本語ペラペラの方たちが一生懸命に売り込みをしてきます。ここではクイーンズヘッドの形をしたマグネットを購入しました。80ニュータイワンドルってなっていたんですけど、1つ50、安いよ50と言ってきました。他の店舗では40ニュータイワンドルのところもあったので、しっかり吟味することをお勧めします。ちなみに今更ですが、私たちの予約しているツアーはドライバーさんがいるだけなので、送迎のみでガイドさんとは違います。みんなで団体行動とかもないので、そこがまたさらに気楽で良かったです。決められた時間に戻るだけ。ここでは9時50分に戻ってきてねとだけ言われています。車で移動すること約30分。次の目的地、陰陽海に到着しました。車の移動は楽なんですけど、すでにこの時母は車酔いをしていたようです。寝不足ということもあると思いますが、一番後ろの席で窓も開けられないっていうのがやっぱだいぶしんどいですね。13層遺跡は海のすぐ後ろ側に見えていました。こちらは季節によってなのか、夜にライトアップをすることがあるらしく、台湾のラピュタとも呼ばれている場所だそうです。そして陰陽海は大荒れ。本来は海の色が2層に分かれて見えるという有名なスポットだそうです。
でも普通の海にしか見えなくて残念すぎる。ここは駐車場が広くてトイレ休憩にも利用されるのか、待合所みたいなのもありました。他にも団体ツアーの方たちがいたので、タイミングによってはものすごい混みそうです。そしてそこから車で数分で次の目的地、黄金幕府、写真のようなのをイメージしていきましたが、実際の滝がこちら。全く水がないんですけど、本来は9月まで雨季なので水量あるかなって思ってたんですけど、全然ない。ある意味レア。ドライバーさんが写真を撮ってくれました。そして9分に到着。さすがに9分は雨でも関係なく混んでますね。ちなみに先ほどの場所から車で何分ぐらいって聞いたら10分ぐらいって言ってたんですけど、多分20分はかかったと思います。ここまでの道がものすごい山道で、母が途中でおえってなっちゃってました。本当にね、吐く寸前だったので焦りました。私も母も低気圧に弱いので、天気が雨の日とかは特に頭痛もきやすいタイプです。私はすぐに薬を飲むタイプなんですけど、母はなかなか飲まないので、こういう時は事前に薬を飲んでおいてほしいですよね。さて、ここではお昼も自分たちで取った上で2時間後に集合と言われています。なのでいろいろ見つつ食事もしたいと思います。そして毎度今更ですが、今回の携帯事情、私は前回の韓国 Vlog の時にもお伝えしていますが、アハモです。アハモは韓国と同様、台湾でも SIM の変更をせずにそのまま使うことができます。今のプランはだいたい3000円で月30ギガまで使えるプランですが、海外でも30ギガまでなのか分かりませんが、20ギガは確実に使えます。そこまで使うことがそもそもないのでそんなに必要ないんですけど、 SIM を変える必要がないっていうのが本当に楽です。で、今回私は楽天のモバイルルーターも契約しているので、楽天は月2ギガまでは海外で使えたはずなので、両親はそれでいいかなと思っていたのですが、心配性な母はドコモに行って海外ローミングの契約をしてきたそうです。本人がどうしてもというのでいいんですけど、それなら安い eSIM とかね、こっちで探すこともできたのでちょっともったいないなという気はしています。案の定調べたりするのはほぼ私なので、現地ではほとんど使ってなかったと思います。はい、そんな感じでずんずん進んできましたが、入り口は混んでいたけど、やっぱり奥の方に来るとそこまでは混んでないですね。そしてこの十字路、下からの長い階段が続いている十字路があるんですけど、この階段を下っていくと有名な場所があります。ひらがなでアメお茶って書いてありますね。アーメイチャーロー、9分で一番有名な場所です。夜になるとライトアップもされてとっても綺麗なんですけど、その分混みます。天気が良ければお茶を飲みながら景色を見たかったんですけど、本日は景色が微妙そうだったので断念しました。はい、今来た道を戻ります。すごい余談なんですけど、台湾って自治体が殺虫や消毒を撒く日があるのを知っていますか？かなり昔に7月の台湾に旅行に来た時に、9分がちょうどその時だったようで、階段一面に G の死骸が大量にあったことがありました。すべての階段に大量にいまして、一部生きてるものもいました。現地の方や他の国の方は全然気にせず階段を登っていたんですけど、私は本当に G が無理だったのでパニックになったことがあります。後から調べてみたところ、台湾は温暖で湿度が高く虫が繁殖しやすいため、特に夏場の5月から9月はその散歩を定期的にやっているようです。住民向けにアナウンスはあるようなんですけど、観光客の人はなかなかこの情報が入ってきづらいかと思いますので、夏に行く予定のある方は、私のように字が嫌いな人とかは特にお気をつけください。
ンチに決めた場所ですが、先ほどアメお茶に行く時の十字路のところにあったお店です。店名がわからないのですが、メニュー表に店名が記載されてたのでこちらになります。台湾ではこういったメニュー表に正の字で注文数を記載して先払いのお店が多いです。今回注文したのは小籠包8個入り120ニュー台湾ドル、空心菜炒め130ニュー台湾ドル、肉団子スープ50ニュー台湾ドル、ルーローハン50ニュー台湾ドル、台湾ビールが50ニュー台湾ドルで2本になります。この後は食事を終えていろいろ見ながらお迎え場所まで戻っていきました。長くなってしまいそうなのでツアー前半はここまで。次回は猫村以降の動画になります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。